こんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回は、またスイッチついてますね。マジか。てか、KZAS24 やるんじゃなかったの？やるけど、同時進行で制作してて、こっちが先に上がったんで。はい、KZ クリラのレビューですね。しかし、紛らわしいほどこの子たちに似てるよね。ジョイオーディオサインと KZD5 で。TRN-ST1 プロだっけ？あれの対抗モデルなんでしょ？ 1DD プラス 1BA で価格も2500から3000円ぐらいだからね。KZD5 はチューニングスイッチついてるけど BA 乗ってなかったから、このあたり KZ って抜かりないよね。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプとおなじみの3009を BA ドライバー。BA ドライバーがもともと補聴器用に開発されたのは皆さんもご存知かと思うけど、ハイファイ用に再設計され 10km あたりの感度が上がってるということ。ダイナミックドライバーも第2世代の主因ドライバーで、こちらも再設計ってことね。こういった開発の手は緩めないよね。一ユーザーとしては性能上がって安くていい音になるなら大歓迎だね。外観は D5 とほとんど同じで、シェル部分の素材を種子にして軽量化しているのと、フェイスプレートのデザインがちょっと違うぐらいかな。チューニングスイッチちっちゃい AS24 と比べるとこのぐらいの大きさがいいな。音質面は波形も聞いた感じもチューニングスイッチがオールオフだと低域はそんなに強くない。 BA の効果か 10km 以上で伸びがある感じで、チューニングスイッチはこんな感じ。スイッチが4個なので16個の組み合わせを一応測定してみた。ひばりの波形がスイッチ1はオフにした8パターン、他のカーブと結果が同じだったやつはグレーにしてある。こうしてみるとスイッチ4が1の時は必ず他のパターンと同じになってる。で、効果は低域。スイッチオフを含めて4パターン。パターンとカーブは色で表示ね。はい、次はスイッチ1の役割で、カーブの違いはこんな感じ。低域がちょい足されるのね。だからさっきの有効パターンと合わせるとスイッチオフを含めて7パターンの低域バリエーションってことになるね。ちなみにスイッチ4は攻撃が下がるらしいんだけど、うちの測定だと左右とも変化なくてスイッチ4が効いてるとは思えなかったな。今度は他モデルとの比較です。まず左上は KZZN8 の比較です。同じ 1DD プラス 1BA ですけど、あんまり似てないかな。次は右上 D5 です。これは似てますね。やっぱり D5 とクリラは身内なんですかね。次は左下。これも低域以外は結構似てます。ZVX との比較です。では右下は何との比較でしょう。グリーンのカーブは左下同様 ZVX です。答えはクリラの1110パターンで低域を一番持ち上げたものなんです。なのでクリラはデフォルトで D5 に近く1110パターンで ZVX っぽくなるってことですね。気づいてる？なに？似ているカーブの中で10キロ超えたあたりのクリラの出方。あ、さっきジャックさんが言ってた改良版3009度の伸び。多分ね、イヤピもケーブルも同じ条件で測定してるから、他モデルとの特徴の違いがこの帯域で顕著に出てるんじゃない？そういう風に見えるね。そういえばサウンドチェックはどうしますか？今回はパス。ここで比較したモデルのサウンドデモは過去動画にあって、クリラがその質感に近いからね。8月下旬ぐらいまであまり時間が取れないこともあって、サウンドデモを作らない動画も出てくることがあるのでご了承ください。今回は外で聞くことが多くて、イヤーフックで無線化して聞いてみた感じは1010パターンや1110パターンで低域がちょうどいい感じでした。低域好きな人にはそれでもちょっと物足りないかもしれません。今回はイヤーフックは TRN の BT20S プロを使いましたが、例えばクリラと KZ、AZ15 などのイヤーフックを両方買っても1万円以内ですし、デオトは1万円クラスの TWS と同等かそれ以上にも思えます。 ANC とか内音取り込みの機能がないんで、電車やバスの走行ノイズがちょっと気になって音量を上げる傾向にはなりますが、音自体の満足度は高く、有線モデルとイヤーフックの組み合わせは改めていいなぁと思いました。外でチューニングスイッチをオンオフするのって大変ですよね。あんまりやりたくないね。でもスイッチを切り替えるアタッチメントをこんな風にしておけると結構便利だよ。スマホ用のやつが真ん中穴開いてたんで100円ショップで買ったケーブル帯を使ってみた。使わない時は回転させて尖った部分を隠せるし。で、BT20S プロの中にしまってあるよ。何気に使えそうね、これ。でもジャックさん、外でスイッチ見えるの？老眼鏡かけなきゃ見えないんでしょ？おい。有線で聞くならリケーブルして低域を少しどっしりさせるのもいいですね。今回はこのケーブルで聞いてみました。印象の詳細は上をご覧いただくとして、全体的に中高域が明るめな出方なので分かりやすい質感のサウンドですね。個人的に好きなバランスなので、サウンドステージも広く感じるし、細かい音もよく聞こえるので低域の出し方次第ですけど、解像感も高めに感じます。BA の広域の伸びが苦手な人もいるとは思いますが、価格を考えたら不満はないです。さらにスイッチパターンと組み合わせて低域の細かい質感調整で中高域から広域の聞こえ方も変わってくるので、帯域は限定されていますがチューニングスイッチはいい仕事していると思います。またダイナミックドライバー主体のモデルの方が全体の滑らかさやリケーブルの効果を感じ取りやすい印象でした。 BA をたくさん搭載しているモデルよりよほど素直な出音だと思います。今回比較に登場したモデルをすでにお持ちの方はスルーでもいいかと思いますが、お持ちでない方には結構おすすめできるモデルだと思います。
ということで、チューニングスイッチ搭載 1DD プラス 1BA モデル KZ クリラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。